こんばんは。やっていきますか。これ見にくい。これ手だとわかるやついる？俺が今赤ペンせんかったら、サムネでこれ手だっていうことわかる人いないんじゃないのか？これサムネ。見えへんやろっていうのが一番の問題、青助のは。全部色が同化してしまってるってこと。この手とかもわからんかったもん俺。こういうポーズしてんのかなって思ったら、よく見たらこういう手してんねんかな。ここの隙間が全然さっぱりわかりません。見やすくするっていうのを頭に入れて書いてみ。それだけで全然変わるわ。次、ひなこちゃん。俯瞰。これは顔が狭くなってるだけです。顎が全然ついていってません。正面顔のまま顔だけ移動してます。ここに参考の見ほよのやつがあるのに斜め顔がもうさっぱり似ておりませんね。はい。ゆうくん、もう言わなくても大丈夫だな。これ別に顎の下書かれてないよな。これは頭頂部が全然出てないじゃない。これさ、ただ単に原神の 3D 見ただけやろ。書き直しですね。これは1はダメです。次。人体の比率が破綻してないか。まあ、ここまで見えてたらまあ問題ないでしょう。綺麗な肌色使いができてるか。ちょっとくすんでるかな。ちょっと黄色みが強すぎるな。地肌が黄色で影も黄色とか、地肌も赤で影が赤とかになってくると、暗くなってくるのよ。顔がね。影の色と地肌の色は変えるべきである。そっちの方が綺麗に見えるから。次。トローハンちゃん。ボッキュンボンになってないですね。くびれ周りがなさすぎる。すごく細長すぎる。なんか女性らしさがないっていうところがもう一つ。次。まみよ。斜めが特にこれがひどいな。まだ俯瞰と煽りはいいかなって思ったけど、これ顔変わっても出るやん。全然違うよ。白目が多くなりすぎてるし、この輪郭の曲がってる部分とかも上すぎる。次。きなこちゃん、これ書き直しやのに、これだったら顔潰れてもうてんのよ。まず、正面顔で見える範囲ってどっからどこまでかって話やん。この顎から、この髪の毛の付け根ってことやろ？この辺りからここまでってことや。それを斜めにした場合の比率になってくると、10分の2ぐらいしか顔のスペースないんかいみたいな状態になってる。その中で収めようとしてることになってるのね。そうじゃない。次。ほら。鼻が出ないのよ。鼻押し込まれてるように見えるやろこれ。鼻出さんなあかん。リアル骨格をきっちり学ばないとダメです。ミヤコンブもちょっと鼻が惜しいんだよな。潰れちゃってんだよな、鼻がな。この向きだったりすると、鼻筋をこのままスッとこの眉毛につなげるんじゃなくて、おでこのど真ん中になるから、この辺になるわけよ、この辺に。おでこが前に来て、目がへこんでってなってくると、鼻の位置が変わってくるはず。これも一緒。鼻の位置がちょっと変わってくるから、ここだったら、このくぼみが眉毛とこのままくっつけちゃうと、目のくぼみがなくなっちゃうからね。この目のくぼみも意識しながら鼻筋を通していかなきゃいけないから、ダメ。次、めぐもぐちゃん。なんでその鼻を間違うんだ。斜めと一緒の鼻になっちまってんじゃないかも。鼻を上に上げてくれ、上に。そういう爪ができてないんだよ。次、ポポくん。頭の形が違いすぎる。幅の大きさが違いすぎる。これね。この前髪が出すぎなのよ。こいつがでかすぎる。もっと上向けて、上。この肌が目に重なるぐらいまで持ってきて。煽り屋根やったら、それぐらいしてもらわないと。俯瞰屋根やったら、眉毛が目より前に来るぐらい。それぐらい描いてもらわないと。ダメ。もっとできる。次。まみよ。3度目の正直。まあ、さすがに3回描いたらめっちゃ似たな。一番最初はさ、まみよこれやったわけよ。色とかもなんだかんだで、やり直したおかげでマシになってるし、特にこの斜め顔がすごく似てきたからね。まあ一番 OK でしょ。次。典型的な 3D を見本にしてきましたよな。原神の 3D 参考にするのはいいけど、何度も言うぞ。リアルの骨格が分かってないと、いくら 3D を勉強したところで、いい絵描かへんからな。だからこんな鼻が潰れたようなの出てくる。鼻の高さの理解をしてないからダメ。ちゃんと鼻作ってきて、鼻。次。これはなんか 3D 素体使ってそのまま上からなぞりましたって感じがすんねんけど。これとかまさにそう。テンプレート使っただけって感じがして自分で考えてないな。斜め顔が全く似てないやん、これと。全く自分で考えてない。自分の実力でも何でもない。次。まあ、のりみちゃんは、イメージとしては合ってんねん。これぐらいやったら俯瞰に見えるやろ？耳の付け根があってこの辺にありそうやん、この辺とかにね。これと45度ぐらいあるじゃない。めちゃくちゃ上向いてるって感じがするやろ。ここから繋げるとこの辺に耳ありそうやん、ほら。45度50度ぐらい傾いてるじゃん、カツって。でも顎のラインは耳書いてないからここを掴めてないんやと思う。こう向きやんなあかんわけや。鼻の下が見えなあかんねんからな。鼻がこう上がってって、ここの鼻の下が見えなあかんわけや。鼻の下ができて、こういう面になってるってことを思いついて。
ここにこう線引っ張ってみんやん。口おかしくない？奥の方すごい前に出てるよみんや。だからそうじゃなくて、こうならなきゃいけないわけよ。まあメガネを、かけたと仮定すると、だいたいこの辺に耳があるよねと。ここに繋げていかんなあかんけん。こういう感じになるわけだ。こう。こうだと自然じゃろ？この形を覚えたまえ。これを今覚えるんじゃ。このくぼみに当てはめる感じやから。これぐらいさ、しっかりとした当たりじゃないと、綺麗に描けん。こういう感じで描いてさ、当たりにしたところでさ、ピーナッツくんみたいなしか生まれないわけよ。全然正確な形が入ってないんだよ。だから、それを使ったところで正確なものは出来上がらないわけだ。じゃあ、当たりっていうのをどうやってうまくしていったらいいのっていう風に話になってくると、どういう構造になってんのかなっていうのを調べなきゃいけないわけだ。3D 素材なんかすっげえデフォルメされてんねんからさ、これを使ったところで、どこに何が存在してんのかさっぱり分かってないねんからさ、よくわからん、なんかのっぺりとした人物がただ単に生まれるだけになってくるね。みんなの当たりってのは、当たりじゃない、外れ。外れをそのまま書いてんねんから、それは出来上がるのも外れになるわな、っていう話。次、お塩くん。斜め顔、こちら側が潰れすぎ。斜めになってない。みんなね、斜めの目を描いてね、ちゃんと。目を斜めに描いてない。全く。目を斜めに描いたのならば、目のレンズはこうなるはず。普段こういう風に描いてるやろ、目を。これを斜めにするんやね。目を斜めにするということは、瞳がこういう風になるということな。これができてないのよ。ここに、まぶたというものをくっつけてるだけであって、でもみんながやってんのは、斜めの顔でもこうやってるだけ。これは斜め顔じゃありません。まぶたが斜めの形になってない。これは穴なんだからね。これでこう向かんなあかんね、斜めの顔って。全部そんな顔。よし。次。斜めになった場合の髪の毛の盛り上がりがない。これ斜めになってんねんからさ、髪の付け根とかも中心じゃなくて、ちょっと前に行かんな。前髪の付け根っていうのを斜めになったりすると移動すんねんからさ。それが考えれてない。回転したってことは、この付け根とかも全部回転すんねんから、この後ろ側のこの部分やろ？この部分。ぐるっと回転しましたってなったら、この奥から繋がっていくようにならなあかんねんからな。後頭部が厚みになるんやろ？じゃあ髪の毛買って、今後ろ側の髪の毛買ってもっと下に行くはずやん。なんで普通に斜めにしてるときより短くなる？全然だから理解できてない。はい、次。だんだん揃ってくると、向いてる方向と全部瞳の形も一致してくる。ポポくんはあともうちょっとやな。理屈は分かってるみたいやよ。だからここがへっこまんように見えてくるからな、だんだん。これはよくできてるけど、この二つができてないな。鼻を前に出そうとしてない。おでこが前に出ようとしてないから。だから似てない。次。ゆうくんね、上を向いたらまず耳下がらんなあかんねんからな。だからこれかって耳めちゃくちゃ離れてるようになってるし、斜めの向きと目の形が揃ってないからね。もっとリアル知識を取り入れなさい。次。斜めの顔がまずできてない。これを参考にしてるんやったら顔のバランスがバラバラすぎる。これはいいよ。調子いいね。にしても、顔がちょっと大きくなりすぎてるな。この髪の毛のバランスが、ここが長くなってる。下を向かんなあかんねやったら、この前髪とかがもっと前に出てこやんなあかんやろ。このテカリ具合がさ、そもそも下に向かんなあかんねんから、こういう風にならなあかんやろ。髪の毛の形が、今はこう、アートを描いてるけど、下を向くっていうことは、こう下に、こうならなあかんやろ。向きがそもそも変わらんなあかんのに、固定してもうとるやん。あられちゃん、これ、目が完全こっち向いてんのよな。この目残念だな。違和感しかなくないか、この目。なんか一つ目小僧みたいに見えるやんもん。これはよくめっちゃかけてる。これだけ直そうか。かかげ先生のメンバーシップに興味があります。入会に迷っているのですが、イラスト添削は受けられるのでしょうか？また、どんな添削でしょうか？メンバーシップはみんなから僕自身へのご支援として受け取っています。支援をしてくれているメンバーにお返しとして愛を込めた正直イラスト添削をしています。僕はイラストレーターなので、イラストを描くことがお仕事です。仕事がまず最優先です。それにさ、どうせ教えてもらうんやったら、前線で活動してる人じゃないと、みんなも正直嫌でしょ？なので、かかげさんが大好き。あなたの言葉じゃなきゃ私ダメなの。この絵が上手くなりたい気持ちは嘘じゃない。って人だけ入会してください。それでも入会したい新人さんに向けてメンバーシップの説明をします。帝国民プランと親衛隊プランの2種類があって、帝国民プランはメンバー限定のイラスト添削配信や座学動画が視聴でき、普段の配信中にイラストの質問ができます。
親衛隊プランは帝国民プランの内容プラスクエスト添削が受けられます。イラストの添削を受けてみたい人は親衛隊、イラストの知識だけ欲しい方は帝国民プランがおすすめです。で、気になってるであろうクエスト添削とは、メンバーがお絵描き初心者ゴブルスとなって自由にイラストを描くのではなく、様々な課題イラストを描いて合格することが目的の添削だ。ランクアップシステムがあり、決められた課題をクリアすることで、次のランクへ進むことができるぞ。初心者から立派なイラストレーターにランクアップを目指すイラスト添削になっている。どうしてこんな添削なのかと聞かれると、まず、物を見るってことが分かってない。基礎の基礎というか、始まりにすら立ててない子が多すぎる。初心者は好き勝手自由に描きすぎ。今、目の前にあるものすら書けてないのに、そんなんで頭の中のものを想像通りに書けるわけないじゃんと思ってるからです。以上、説明終わり。かかげさんは支援してくれた人にはこれからも正直に絵のことを答えていきます。ついてきたいならついてこい。入会した人いたら概要欄に視聴必須の動画があるから必ず見といて。ほな、限定配信でお疲れさん。